皆さん、こんにちは。高橋です。今日は佐藤さんに来ていただきました。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は日本の野菜農家で働いた時の話をします。野菜農家の仕事は朝が早そうですね。はい。朝はとても早いです。まだ空が暗い時間に起きる日もありました。今日は難しい説明だけではなく、実際の一日の流れを聞いていきます。このポッドキャストは JLPT-N5 から N4 ぐらいの日本語で作っています。仕事の場面でよく使う言葉も少し入れています。農家の仕事は体を使います。でも、言葉を覚えることも大切です。では、朝の話から始めましょう。農家の朝は何時頃に始まりますか？私がいた場所では、朝5時半頃に集まりました。夏は明るいですが、冬はまだ暗いです。最初は眠かったです。でも、少しずつ慣れました。早く起きる生活に慣れることも大切ですね。はい。夜早く寝ないと、次の日の仕事が大変です。朝、畑に行く前に何をしますか？まず、作業着に着替えます。それから、長靴を履きます。帽子と手袋も使います。夏は日差しが強いからです。水も持っていきます。畑の近くには店がありません。準備だけでも、いつもの生活と違いますね。そうです。忘れ物をすると、一日中困ります。畑に着いたら、すぐに仕事を始めますか？すぐ始める日もあります。でも、最初に今日の予定を聞くことが多いです。今日は何を取るか、どの畑に行くかを確認します。天気によって、仕事の順番が変わることもあります。農家の仕事は天気と強く関係しているんですね。はい。雨の日と晴れの日では、動き方が違います。朝の流れだけでも、いろいろな言葉が出ましたね。はい。朝の準備を覚えると、一日の仕事がわかりやすくなります。雨の日はどんな仕事になりますか？強い雨の日は、外の仕事が少なくなります。でも、休みになるとは限りません。倉庫の中で仕事をすることもあります。野菜を分けたり、箱を用意したりします。雨の日にもできる仕事があるんですね。はい。農家では、天気を見ながら仕事を変えます。晴れの日はどんな仕事が多いですか？晴れの日は、畑で野菜を取る仕事が多いです。朝の早い時間に取ると、野菜が元気です。昼に近くなると、暑くなるので大変です。同じ仕事でも時間で大変さが変わりますね。そうです。だから、朝の時間を大切にします。風が強い日は困ることがありますか？あります。軽い箱やビニールが動いてしまいます。帽子が飛びそうになることもありました。その日は、物をしっかり置くことに気をつけました。天気を見ることも仕事の一部なんですね。はい。天気を見ないと、次の動きが決めにくいです。農家の日本語では天気の言葉が大切ですね。
はい。雨、晴れ、風、暑い、寒いは毎日のように聞きました。最初に覚えた野菜の名前は何でしたか？最初に覚えたのは、キャベツとレタスです。形は少し似ていますが、取り方が違いました。名前だけではなく、手の動きも一緒に覚えました。言葉と動きが一緒になると覚えやすそうです。はい。見て、聞いて、やって、少しずつわかりました。野菜を取るとき、何に気をつけますか？まず、野菜の大きさを見ます。小さすぎるものは、まだ取りません。大きすぎるものも、商品になりにくいことがあります。だから、ちょうどいい大きさを覚える必要があります。ただ取るだけではなく、判断が必要なんですね。そうです。最初は、どれを取っていいかわかりませんでした。その時はどうしましたか？わからないときは、すぐ先輩に聞きました。一人で決めると、間違えるかもしれません。仕事では、聞くことも大切だと思いました。わからないまま進めないことが大切ですね。はい。聞くと少し恥ずかしいですが、間違えるよりいいです。ここは N5 や N4 の学習者にも大事な考え方ですね。はい。短い言葉でも、早めに確認すると安心です。野菜を取る道具は何を使いましたか？野菜によって違います。手で取るものもあります。小さい包丁を使うものもありました。道具を使うときは、周りの人にも気をつけます。安全のためですね。はい。急ぐときほど、安全を忘れてはいけません。取った野菜はその後どうしますか？カゴに入れて、集める場所まで運びます。たくさん入れると重くなるので、無理をしないようにします。腰を痛めないように、持ち方も教えてもらいました。体の使い方も仕事の一部なんですね。そうです。力だけでやると、すぐ疲れます。重いものを持つとき、何と言われましたか？無理しないでください、とよく言われました。一人で持てないときは、二人で持ちます。早く終わらせるより、安全に終わらせる方が大切です。ここでも確認と安全が大切ですね。はい。農家の仕事は、体を守ることも大切です。仕事の日本語として無理しないでくださいは大事ですね。はい。短いですが、とてもよく使う言葉です。収穫の後は野菜を洗いますか？野菜によります。土を落とすものもあります。水で洗うときは、強くこすりすぎないようにします。傷がつくと、商品として出しにくくなります。優しく扱うことも大切なんですね。はい。野菜は思ったより弱いです。野菜を分ける作業はどんなことをしますか？大きさや形を見て、同じくらいのものを集めます。傷があるものは、別の場所に置きます。最初は、この作業がとても難しかったです。どこまでなら大丈夫か判断する必要があるからですね。はい。同じ野菜でも、一つ一つ少し違います。箱に入れるときにもルールがありますか？
あります。向きを揃えて、きれいに入れます。強く押すと、下の野菜が傷むことがあります。だから、速さだけではなく、丁寧さも必要です。丁寧に作業するという表現が使えますね。はい。農家の仕事では、丁寧にという言葉をよく聞きました。野菜を大切にする気持ちが出ていますね。はい。一つ一つを大切に見ることが必要でした。昼休みはどんな感じでしたか？昼休みは、とても楽しみでした。朝から体を動かすので、お腹が空きます。みんなでお弁当を食べる日もありました。畑の近くで食べるご飯は、とても美味しかったです。働いた後のご飯は特別ですね。本当にそうです。いつものおにぎりも、美味しく感じました。昼休みの時、どんな会話をしましたか？天気の話が多かったです。午後は雨かな、暑いね、などです。野菜の値段の話をすることもありました。難しい話ではありませんが、仕事とつながっています。日常会話の中にも仕事の言葉があるんですね。はい。天気、値段、時間は農家でよく聞く言葉でした。午後の仕事は午前と同じですか？同じ日もありますが、違う日もあります。午前は収穫をして、午後は箱詰めをすることがありました。暑い日は、午後の外の仕事が少なくなることもあります。体のことも考えて予定を変えるんですね。はい。無理をすると、次の日も働けません。仕事の予定は天気と体で変わるんですね。そうです。そこが農家の仕事らしいところだと思います。夏の畑はどのくらい暑かったですか？とても暑かったです。立っているだけで汗が出ました。水を飲む時間を決めて、みんなで休みました。気分が悪くなる前に、休むことが大切です。我慢しすぎないことも仕事の一つですね。はい。元気に続けるためには、休むことも必要です。冬の畑はどうでしたか？冬は手が冷たくなります。朝の空気もとても冷たいです。でも、動いていると少しずつ体が暖かくなります。寒い日は、休み時間に飲む温かいお茶が嬉しかったです。季節によって仕事の感じがかなり変わりますね。はい。日本の農家では、季節を強く感じました。雨の後の畑は歩きにくいですか？はい。土が柔らかくなって、長靴が重く感じます。その時は、ゆっくり歩いて、転ばないようにしました。早く歩くより、安全に歩くことが大切です。畑では歩き方も仕事の一部なんですね。はい。小さいことですが、怪我をしないために大切です。季節と天気の話は聞き取りの練習にもなりますね。はい。毎日出る言葉なので、覚えると役に立ちます。仕事でよく聞いた短い日本語はありますか？あります。持ってきて、置いて、洗って、集めて、という言葉です。短いですが、すぐ動く必要があります。最初は、どれを持つのかわからないこともありました。
短い言葉ほど場面を見ないとわかりにくいですね。そうです。言葉だけではなく、手や目も使って聞きました。わからない言葉があったときはどうしましたか？もう一度お願いします。と言いました。それでもわからないときは、これですか？と聞きました。ものを見せながら聞くと、わかりやすかったです。それは N5 や N4 の人にも使いやすい方法ですね。はい。長い文を作らなくても、確認できます。農家で働いて体力はつきましたか？少しつきました。最初はすぐ疲れました。でも、毎日働くと、体が仕事に慣れてきます。ただ、慣れても無理をしないことが大切です。体力と休み方、両方が必要なんですね。はい。休み方を知らないと、長く続けられません。短い日本語でも、仕事ではとても大事ですね。はい。短くても、はっきり言うことが大切です。失敗したことはありますか？あります。ある日、まだ小さい野菜を取ってしまいました。先輩に、これはもう少し待ちましょうと言われました。その時、大きさを見ることの大切さがわかりました。失敗から覚えることもありますね。はい。恥ずかしかったですが、次から気をつけました。先輩は厳しかったですか？少し厳しい時もありました。でも、理由を説明してくれました。野菜を大切にするために、厳しく言うこともあります。怒られたというより、教えてもらったと感じました。理由がわかると、受け取り方も変わりますね。はい。何のためにするのかを知ることが大切です。日本の農家で働いて文化の違いを感じましたか？感じました。時間を守ることをとても大切にしていました。朝の集まりに遅れないことは基本でした。また、道具を使ったら元の場所に戻します。次に使う人のことを考えるんですね。はい。自分だけではなく、みんなのためです。仕事のルールには理由がありますね。はい。理由がわかると、ルールを守りやすくなります。これから農家で働く人に何を伝えたいですか？最初から全部できなくても大丈夫です。でも、わからないときは早めに聞いてください。そして、体を大切にしてください。今日は日本の野菜農家で働いた経験について聞きました。朝の準備、収穫、洗う作業、箱詰め、片付けまで一日の流れが見えました。農家の仕事は大変ですが、野菜を見る目が変わる仕事でした。もう一度聞くときは、天気、道具、収穫、確認という言葉に注目してみてください。短い言葉でも、場面と一緒に聞くとわかりやすくなります。今日のポッドキャストを最後まで聞いてくださってありがとうございました。